皆さん胴打ちって得意ですか？実は私、あらゆる面とか小手とか引き面とかあるうちの中で胴打ちが一番の得意技です。実戦でも私が相手の面に対して胴を打つ時にはほとんど100発100中で1本になっています。このノウハウの全てを今日この動画ではお伝えしていこうと思います。皆さんこんにちは。剣道ステップアップチャンネルの K です。この動画ではこの剣道ステップアップチャンネルというサイトの剣道の動き方、その中でも胴打ちを飛躍的にレベルアップ、こちらについてお伝えしていきます。この剣道ステップアップチャンネルでは剣道をやったことがない方から剣道を10年以上続けられている方まで、皆さんにお楽しみいただけるような動画をこのようにどんどんアップしていっておりますので、ご興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。If you want to know about Kendo in English, you can translate this website by this English button. If you have problems about Kendo, please comment to this video. さて皆さん、相手の面に対して胴打ちを打つっていうことに苦手意識を持ってませんか？こうやって胴打ちをこうやって1、2って打とうと思って相手が面来たと思ってこうやってもすぐに相手にバンってガードされちゃって胴が空いてないっていうことになって打っても結局一本にならない。しかも胴打ちって打った後こうなるんで面がガラ空きになってその後ポコーンって打たれて胴打たなきゃよかったっていう風になったりとか、小手とか面とかに比べて胴ってなんか大技感があるんですよね。これは一瞬でできるけど胴はなかなかよいしょーってやるんで大技感があってなかなか手が出ない、そういう風に感じてらっしゃる方のために今日はこの飛躍的にレベルアップシリーズということでこの胴の打ち方についてポイント6つに絞ってお伝えしていきます。前半の2つのポイントについては打ち方についてのポイントで、後半の3番目から6番目については打つまでのプロセスというか打つべき機会というか、そういう考え方というような部分になりますので、興味のあるところに動画を飛ばしていって構いませんので、いいように見ていっていただけたらと思います。それではまず1つ目、左右胴の練習をする。こちらは練習方法についてのポイントになります。胴打ちを打つときに苦手な方っておそらくこうやって左手が行ったり来たりしてるんですよ。1、2になったりっていう風に言ったり、左手が体から離れて大振りになってそりゃ間に合わないなっていう風になってしまっている方が多いと思います。なのでそれを直すためのおすすめの練習方法についてお伝えします。それはこうやって構えているところからまずは右胴、普段打ってるその胴打ち、それから返して逆胴で最後こうやって抜ける。まず前に出て右胴を後ろに出て逆胴、一応全身でも映しますね。こうやって横から見ると前に出て右胴、後ろに下がって逆胴、構えて1、2、これを速くするんです。このぐらいの速さ。ドン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 、この向きでやってみます。できるだけ速くします。こちらカメラ元に戻します。はい、最初はできるだけの速さ、最初はゆっくりでも大丈夫ですので、慣れてきたら最初はこういう風にドーンドーンドーンって言ってたのを
速くしていくというのをやってみてください。でこれの何がいいかっていうと、速く打つためにどういうふうに体を動かせばいいのかというのが直感的にわかるんです。この胴打ちを普段こうやって打ってる方って、この練習をすると多分ドー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 ってなるんですよ。こんな風にやってると非効率だなって直感でわかるんです。一番効率的なのは、普段例えば目打ちを打ちますよね。でそれをこの低いところまでこうやって下げますと。でそしたらそれに右手で角度をつけて、こっちとこっちに右手で角度をつけて、この動きに角度をつける、この動きに角度をつける、こういう動き、まっすぐ打つのに角度をつけただけ。こういうふうに胴打ちをできるようになると、ただこうやって腕を速く上下に動かしてるだけです。これを角度をつけてやると一番効率的に胴が打てるんだなっていうことが分かるんです。で相手がこうやって手を上げてるところであれば、このぐらいの角度だとしてもちゃんと胴には当たります。この肘にはそんな当たることはないです。こうやって回さなくたって、このぐらいの角度で打てば十分胴を捉えられますので、胴っていうのはこういう軌道を取るんだなっていうふうに分かるっていうのが、この練習方法の一番いいところです。この練習方法はですね、私の父がずっと小学生の時に私にやらせてた胴打ちで、左右胴100回とか言ってこうやってやってたんですよ。それをずっとやってたので、このおかげで胴打ちが私は得意になったんじゃないかなっていうふうに実感しているところがあるので、おすすめの練習方法としてちょっと紹介させていただきました。次に2つ目です。2つ目は、この左手を胴を打つときに離すってあるじゃないですか。離して抜ける打ち方、実際ありますよね。いい悪いは置いておいて、そういう打ち方をする方は多くいらっしゃいます。でその離すっていうのを少なくとも打ってから、ちゃんと打ち切ってから、緩めるぐらいにするっていうことですね。ちょっと遠くでお見せすると、こうやって打ったらそのまんまこんな感じで抜ける、こんな感じにしてます。でそのまま斬新までお見せすると、ドーってやって構える、こんな流れですね。からドーで、これをおすすめする理由は主に2つありまして、1つ目はしっかり打つことができるっていうこと。やっぱりこの竹刀は刀をイメージしているわけですので、相手の体をスパーンって切らなきゃいけないんですよ。でその時に片手で相手の体を切ることができるわけないじゃないですか。やっぱり両手でここまでちゃんと切るんですよね。ただ実際に相手の体が真っ二つになってこうなれば別に手離す必要なんて全くないんですけど、しないですのでそうはいかないと。であれば打った瞬間まではしっかり両手でスパーンって打つと。そしたら本来であればこう相手の体を貫通してこういくところを、それができないのでちょっと緩めて抜けていく、こういうふうに私個人は解釈して、打つところまではちゃんと両手、それでスパーンって音もしっかり打ってる分になりますので、バーンって打ってそのまんま流れるという斬新をおすすめします。
でこれをおすすめする2つ目の理由がありまして、それは審判です。審判から見てもやっぱりこう片手でだいぶ早い段階からここら辺から片手でスパーンって打つ選手もたまにいらっしゃるんですけど、あんまり気持ちよく1本には上げるべきじゃないだろうこれはっていう風に私だったら少なくともなります。片手で相手の体はさっき言った通り切れるわけないなっていう風に感じるんですよ。なので、審判の主観とか考え方にもよると思うんですけれども、この竹刀が刀であるという考え方からすると、やっぱり両手でスパーンって打ってからできるだけ手もこうやって離す方もいらっしゃいますけれども、でドーって全国大会でもこういう打ち方ありますけどね。なのでこれを 100% 否定するわけではないんですけれども、少なくともこうやって打突をするところまでは両手をしっかり握ってスパーンって打ちましょうよというのが1本になりやすいっていうところのコツだと思っていますので、こちら紹介させていただきました。はい、それでは3つ目から6つ目までについては、相手に面を勝負させるっていうところです。もう後戻りできないところまで面を勝負させる、これが胴打ちの最大のポイントだと思ってます。でこれからご紹介するのは全てがその目的のためにじゃあどうするかっていうのをお伝えしていきますので、ちょっと順に聞いていっていただけたらと思います。3つ目は打つ瞬間まで背面で勝負するふりをする、これです。最初から一足一刀の間合いでお互い構えているところからやーって言って序盤でこうやったら相手どう思うと思います？もうどうじゃんって分かるんですよ。当然ですよね。もうそれだったら面やめようってそれは防ぐんですよ。なので最初からこんな風に動きを見せることはあまりしない方がいいと思います。で面打ちを思いっきり打つ時って皆さんどんな時ですか？やっぱり背面の時って全力でいくんだっていうモチベーションがありますよね。そのモチベーションを逆手に取るんです。背面で勝負しに行くぞって言って本当に勝負しに行ったっていうこのぐらいから急に実は胴ですっていう形で胴を抜く、これがですね非常に効くんです。こうやって構えているところから本当に相手の面にもう届くかっていうこのぐらいですよ。このぐらいのタイミングで急に胴に変化するんです。でなんでそんなことができるかっていうと、さっきお見せしたこの打ち方ありますよね。まっすぐ打つと、このまっすぐ下ろすのに角度をつけると胴になる。面を打つときに角度をつけると胴になる。こういうことが現実的にできるんですよ。直前まで背面に来ると思ったら胴、自分ができるギリギリのところまで行って胴に変化してスパーンと胴を抜いていく、これがめちゃくちゃ効きます。なんとなく皆さんもこれ背面になるなっていう風に感じる感覚あると思うんですよ。これはお互い速さ勝負だよーしっていう風になるタイミング、そのイメージを持って直前で変化して胴に変わると、これが3つ目のポイントです。じゃあ4つ目はこれにちょっとプラスアルファでより確実に胴打ちを決めるためのポイントをお伝えします。それは相手が攻め勝ってるふりをするっていうことですね。これはちょっと複雑な話でちょっと退屈に感じられる方もいらっしゃるかもしれないですけど、できるだけちょっと分かりやすくお伝えしてみますのでちょっと聞いてみてください。相手に自信持たせるんですよ。こりゃいけるぜっていう、こりゃ背面だ勝てるよ
今だっていうふうに思わせるんです。でもその実は相手をそれまでにめちゃくちゃ脅しとくんですよ。もう徹底的に相手を責めて脅かして迷わせて困惑させて相手の精神をこうガタガタに しとくんです。で、もうダメっていう風に相手がなるぐらいまで攻めておいて、そしたら自分が一歩下がるんです。そうすると相手は今までもうダメだ、もうどうしようっていう風になってる時に希望の光がキャーンと差すようなちょっと引くっていうのをやってあげるんです。そうすると相手って相手下がった、攻め勝ってるってこと、今がチャンスだっていう風に本当になるんですよ。それで希望の光やったーと思っていやーねーって来るんですよ。その時にごちそうさまですって言って銅を打つとバーって来るなっていうのが分かったタイミングであなたが先に打ち始める。背面でも勝てるわっていうタイミングであなたが打ち始めるんです。そのタイミングであえて背面だとやっぱりガチャってなっちゃう可能性もゼロじゃないので、それを確実に一本にするために背面では絶対に勝てるけどそうはしないで着実に銅で決めていこうっていう風に直前で銅に変化してスパーンって銅を打つ。このプロセスを踏んでいくとですね、面白いように銅一本になるっていうのが私の経験談です。こちらが4つ目のポイントです。はい、では5つ目ですね。じゃあそういう直前で変化する動きっていうのはやっぱり足ができてないといけないんです。ちょっと角度変えますね。はい、じゃあこれでちょっと足見えると思いますので、この状態でその直前に変化するっていうこの面に来ると思いきや直前に銅に変わるっていう時にそれを支えてるこの足が大事ですよっていう5つ目のポイントについてお伝えしていきます。それはある程度足が前に出ていったその後半、この距離が仮に10割だとします。そしたら10分の8ぐらいまでいったところからもう一蹴りするんですよ、この左足を。どういうことかっていうと、ここからパンって打つところからその着地の直前でもう一蹴りフッてジャンプするんです。ここからこういう動きって例えば一足でスーって近くに行ってから直前で面に変化するっていう時にも有効な左足の使い方です。でスーってやってこういう位置ですね。この足の使い方ができると直前になって胴に変化するっていうのもスムーズにできるようになると思います。これは同時に限ったことでなくてあらゆる位置で使います。ただ前にこうやって攻めてきてるだけかと思いきやそのまんまの足で打つっていう相手の裏をかいて打つっていうようなやり方もありますので、この足まだできないなという方は、すごく使える足の動きですので、めちゃくちゃおすすめです。ぜひちょっと挑戦してみてください。はい、では最後に6つ目のポイント。それは抜き胴と返し胴の境目をなくすっていうことですね。結果的にそうなったらゴールだと思いますっていう指標にしていただければいいのかなと思います。これが答えっていうよりも私が考えてる、これが一本になりやすい胴打ちだなという話ですので、一つの考え方ですということですね。今の面打ちと見せかけて胴っていうのが私の打ち方なんですけれども、この打ち方ってほとんど返し胴と同じなんですよ。
面行ってただ胴に変化して打ってるだけなんですけど、その時にこの竹刀がずっと相手の竹刀がここにあればですよ、相手の竹刀がこっち側にあってこうやって打ってきてると風にすると、それに対して面のふりして実は胴ですって言うと自分の面に対して当たらないんですよ。ずーっとここで竹刀のバリアがあって打てるので、結果的にやってることは面に対して返すこともなく胴っていう形なんですけれども、結果的に返し胴っぽくなるっていう、これが私が普段打ってる胴の打ち方になりますので、この抜き胴のつもりなんだけど結果的に返し胴になってます胴っていうか、そういう打ち方をすると一本になりやすいですよっていうところですね。これが私がいつも試合で決めてる胴の全てっていうことになりますので、ご興味のある方はぜひいいねボタンを押していただいて、ぜひ試してみていただければと思います。またこのように全国出場経験のある私が皆さんにできるだけ分かりやすくポイントをお伝えしていくような動画をどんどん投稿していこうと思ってますので、ご興味のある方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。